こんにちは、かおりです。今日は私の古いバレットジャーナルですね。こちらの古いバレットジャーナルを見つけたので、こちらの失敗談などについてお話をしたいと思います。その中で大切だなって思うアイテムが3つあるので、こちらを話していきたいと思います。で、まず1つ目ですね。1つ目が、バレットジャーナルですね。これ、どんなバレットジャーナルとか紙の質とか、形とか選ぶのかなっていうことと、そして次にペンですね。なんかいろんなペンありますよね。こういうペンとこういうのとか、これは筆ペンとかなんですけど、これはどういうの選ぶのかなっていうことと、そして次は蛍光ペンですね。蛍光ペンはどんなのがいいのかなっていうこととかお話していきたいと思います。で、これは蛍光ペンなんですけど、で、まず一つ目のですね、どんなノート、どんなバレットジャーナルを選べばいいのかなっていうところで、私はこれ、一番最初に買って本当にどんなのがいいのかわかんなくて、みんながね、おすすめしてるみたいな、一番みたいになりますね、Amazon とかで。で、それを見てみようと思って、確かバレットジャーナル、おすすめみたいな、そんなので検索して出てきたやつだったと思うんですけど、これはちょっとよく知られてるのみたいだったんですけど、じゃあそれでいいやつなのかなと思って買ってみました。で、そんな思い出があります。でも、実際はですね、やっぱりこれがどうとかっていうのではなくて、やっぱり自分が使いやすいかとか、自分のね、筆圧に合ってるかとか、そういうことだったと思うんですね。で、私はどっちかっていうと、筆圧がちょっとね、濃い方で、後ろにね、透けるのがあんまり好きじゃないですね。見てもらうとわかるように、もう、後ろにね、こう何書いてあるか、ちょっと結構もう見えますよね、この範囲からでね。これが気にならない人は、このね、薄さでいいと思うんですけど、それか鉛筆とかですね、シャーペンとかでさーって書く感じで、バレットジャーナル使いたい場合はね、いいと思うんですね。例えばこのぐらいだと見えないのかな。色鉛筆とかだったら、絶対見えないと思うんですけど、やっぱりこういう、ペンですね、濃いペンとかでグッて私は書くタイプなので、そういう時はこの後ろにね、これが透けるなっていうふうに思いました。これもちょっとね、透けてますよね。なので、やっぱり筆圧とかちょっと関係あるのかなっていうふうに思いました。で、それでお好みで選んだ方がいいっていう風に勉強になりました。で、今使っているのはですね、ほんと近くの文房具屋さんで買ったやつなんですけど、これで熱いですね。こっちに比べたら熱いなっていう風に思ってて、個人的には厚めの方が使いやすいなっていう風には思います。ちょっとね、重くはなるんですよね、やっぱりね。だけど、家に置いてちょっとゆっくり眺めてっていうのが好きな方には、私もこういうのが好きっていうふうに思っています。たくさんページがあってすごく、いいのはいいんです。ただ、好みっていうことだなっていうふうに思いました。次はペンですね。ペンはもうこれ、見ていただくとすごくわかるんですけども、このバレットジャーナル始めた時、これ、もう鉛筆で書かないで、もうこの辺かな、えいっていう感じで始めちゃってて、もう今見ると面白いなっていうふうに思います。このペンですね。で、ペンは別に、この時はこういう感じのペンを使ったんですね。ノーブランドなんですけど、別に、このペンが悪いって言ってるのではなくて、好みで、例えば見栄えが気になるっていう場合は、こういうタイプのです。これ見えないか。これもAmazon で、確か10本だったか12本で1000円とかそのぐらいだった気がするんですけど、このペンの先がこういう風になってるやつの方が、はっきり見えるっていうことが後で分かりました。この時は何がいいんだか分かってなくて、カレンダーってことで書いてるんですけど、じゃあここに F、同じの書いてみようかなって思うと、ちょっと違いますよね。違うなって思うんですね。こういうペンでゴシゴシね、色塗ろうとするとこんな風になっちゃうんですけど、こういうタイプのね、インクので、ここ色塗ろうってこういう風に、後からこうやって色を付け足しても別に汚くならないというか、個人的な感想なんですけどね。これ見えます？これ、
なんかぐちゃってなってますよね。だけどこっちは、まあ全体的に黒くなるみたいな。で勉強になりました。でなのでやっぱりどういうペンがいいかなとか、自分の使いやすさもあると思うんですけど、それも大事だなって思いました。で、2つ目がそのペンですね。で、3つ目がですね、蛍光ペンですね。で、蛍光ペンもあったらいいなっていう感じなんですけど、例えばこちら私はこの月火水木金っていう、金の日っていうのをこうハイライターしたかったんですけど、ハイライターこんな風にとりあえずハイライターもどきでこういう風にやってみようってやったんですけど、じゃあここを、じゃあ例えばなんかこういう風にしてみて、この上から例えば、こういう風にもう一回こうやってちゃんとね、書いてあげると、ちょっと違うかなって思います。個人的にはちょっと違うと思うんですけど、月火水っていうので、こんな感じで。なんかやっぱり違うなっていうふうに思います。なので、ハイライター、なんか一番最初にどんなアイテム買おうかなって、私は個人的に迷ったタイプなんですけど、いろいろありますよね。ワイトジャーナル必需品とか、このペンは必要とか、なんだっけこれ、筆ペンは必要だよとかね、あると思うんですけど、個人的に本当に一番大事なのは、バレットジャーナルのその自分の好みのやつと、そしてこういうペンと、蛍光ペンですね、もしあれば。がいいっていうふうに思います。蛍光ペンなんですけど、デコレーションしたいなって思ってもね、こういうふうに私みたいに失敗したら嫌だと思うんですね。どれだったっけな、ここか。これもすごい見ててね、面白いっていうか、なんか頑張ってたなっていうふうにも思いたいんですけど、この感情の記録というか、チェック表みたいので、ちょっとやってみようかなと思って、ピンタレストでね、探してみたんですね。ピンタレストで、じゃあなんだか習慣チェック表とかやったら、こういうふうに自分の感情をね、どういうふうにチェックしたらいいよみたいのが出てきて、じゃあなんかね、これやったことないから面白そうだから、ちょっとね、自分がいつもどんなね、感情なのかなっていうのをちょっと調べて、客観的にね、見てみようって思って、この幸せとか、楽しい、普通、なんか、そうじゃないみたいなね、こういうのがあったのでやってみたんですけど、じゃあこれはなんか自分でも書けそうだと思ってとりあえず書いたんですけど、この31っていうのが本当はね、ここに入んなきゃいけなかったのに、こうやってはみ出したりとか、コーヒーカップをちょっと可愛いから書いてみようって思ってちょっとアンバランスになっちゃったりとか、本当は自分でアレンジをしたいんだけども、なかなかね、ちょっとテーマとか決められないっていう時とかに、もう本当シンプルでいこうって、なんか逆にもうなんかシンプルでね、切れた時の方がなんかまとまったような感じがしてます。で、もうそれでシンプルで吹っ切れようと思ったのが何個かの動画でもご紹介したんです。とりあえず、もうシンプルにしちゃって、で、その後でもし自分がね、なんか、もうこれすごいなんかペンと、このカレンダーとこれ文字しかないみたいなやつなんですけど、これでもしデコレーションしたかったら後でこういうかけるスペースもあるよみたいな風にした方がなんか気が楽だし、その方が楽しいかなと思ってこんな感じでやっています。でこっちもこんな感じですね。これがちょっとアレンジしたら可愛いかなと思ったのがペンのやつです。ペンこうやって、アレンジしたいけど、雰囲気壊したくないみたいな時に、こうやって、ちょっと影をつけるみたいなだけでも結構、気に入っています。で、次がですね、次がちょっと、オプションというか、個人の好みだと思うんですけど、定規ですね。私は定規はあまり使わないタイプなんですけど、なぜか定規を使うとね、すごいまっすぐに線を引かなきゃみたいな感じで、どうしよう、そのね、インクが滲んだらどうしようとかね、考えちゃうタイプなんですね。で、あんまり私はちょっと変わってると思うので、そういうタイプなんですけど、でも、定規を使うとね、やっぱりすごく綺麗に描けるので、定規もあってもいいかもしれません。例えばこういうとことかでも線を引くのでもこれを定規でね引いたらかなり綺麗に見えると思います。
で、最後の、本当オプションなんですけど、どうやって、テーマを決めようとかね、なんかよくありますよね。例えばこういうお花のテーマとか、だけどなんかここで頑張ったのはいいんだが、後になってお花描くのめんどくさいなみたいに、ちょっと私はなるタイプなんですよね。なので、まずシンプルに書いて、後でもし付け足したくなったら、お絵描きできるスペースもあるよみたいに、するのがやりやすいのかな、個人的にはちょっとやりやすいのかなっていうふうに思ってます。じゃあ今日はこんな感じで私の、失敗談ですね。失敗談からおすすめのアイテムを大きく分けると3つなんですけど、そのバレットジャーナルのノートと、ペンですね。ペンはどういうのがいいかなっていうのと、そして、蛍光ペンですね。蛍光ペン。そして、オプションですが、定規と、そしてテーマですね。どういうテーマ、シンプルなのか、どういうのがいいのかなっていうことで、それもポイントということでお話をしました。それでは今日の動画はいかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。